難しい方を選べば間違いがない。超めでたくない？あれね、私元カノは本当に嫌いだから真剣に好きならいいんじゃない？運命の人ってどうやって分かりましたか？子供を持つことに迷いなどはありましたか？子供の名前は決まりましたか？自分で自分を幸せって思えてるっていうことが幸せなことだから。こんにちは、上野有沙です。今日は Q&A のお時間です。ということで月に一度 Q&A をやってるんですが、毎月皆さん質問ありがとうございます。ということで、やっていきます。今日はできるだけ30問答えてほしいっていう、コメントが来てて、30分じゃなくてなるべく30問答えられるようにと思って頑張ります。でこれファンの子が作ってくれた私のグッズ作ってくれたの可愛いんだよ。これVlog でも紹介したのでぜひ見ていただけたらと思うんですけど、ありがとう。これをね今日は着て撮っていきたいと思うんですけど、今日ねちょっと今お休みなんだけど、祝日なんだけど素材の撮影をしてて編集を今は終わらせて、で今これ撮ってるので結構私疲れてます。ということでちょっと待ってね、頑張って頭を冴えていきたいと思うんですけど、しかもこの後ズームミーティングがあるからさ、ちょっとケツはあるんですが、やっていきたいと思います。で妊娠について皆さんにご報告したんですけど、たくさん温かいコメントありがとうございます。本当にねもうめちゃくちゃ心が温まって嬉しい気持ちでいっぱいだったんですけど、妊娠のことについてあまり聞きたくなかったりだとか、そもそも興味がないよっていう子もいるかなと思うので、前半はいつも通りの質問で、後半から、妊娠関連の質問について答えていこうと思うので、また途中でここからは話が変わりますということをお知らせしたいと思います。ではやるぞ。今回はねちょっとスクショしてみたんですね、質問をね。でもそれ以外にもあると思うので、じゃあ早速いきたいと思います。 YouTube の英語字幕はアリサさんがつけてますか？アメリカ人旦那と一緒に海外 Vlog いつも見てます。ありがとうございます。字幕に関しては、編集もなんだけど全て私はやってません。字幕も、外注で頼んでます。いつもありがとうございます。字幕つけてくれてる方なので、私は英語字幕はやってなくて、プラス編集もよく聞かれるんだけど、昔は編集してたんだけど、今の、事務所に入って今のチームとやるようになってから、YouTube はもうだから 2,3 年は全部編集を任せているので、私は編集はしないで撮影だけっていう形でやってます。次、夫婦でシェアして使ってるものってありますか？テスラもあると思いますが、それ以外でお願いします。けどうち結構何でもシェアかも。あなたのものは私のもの、私のものも私のものあなたのものみたいな。結構別に服も貸し借りするし、スキンケアとかも貸し借りするし、車も別にシェアでしょ。基本的に何でもシェアしても、これは私のだから絶対やめてっていうのは、そのカメラとかも貸すし、基本私のものばっかりなんだけどね。だからマイルズが一緒に使ってるっていう感じのことが多いかなっていう感じです。で最近だとそれこそボトムとかがもう自分のもの入らないので、マイルズのものを借りて履いてたりとかします。自分の進むべき道がなかなか決められないです。複数の選択肢があるとき何を基準に考えますかということなんですけど、選択肢があるときに難しい方を選べば間違いがないっていう言葉があって、中学の時高校の時に私が友達からもらった言葉なんだけど、ただ年々それも変わってはくると思うけど、もちろん若い時は難しい選択をすることによって大変な方の選択の方が自分に返ってくるものが見返りが大きいというか、得られるものが大きいと思うから困難な方を選んだ方がいいっていうことだと思うんだけど、今だともう本当に優先順位とかをつけたりとか、この道に行ったらこうなる、この道に行ったらこうなるって前も Q&A で話したことがあると思うけど、プロとコンって言って、そのこっち A と B に対しての長所短所っていうのをノートに書き出してみるといいかもしれない。でそうすると明確にもなるし、文字化することによってプラス多分自分の気持ちがどっちかに向いてるはずなのね。だから長所の方が行きたい方に長所が多くなったりとか短所が少なくなったりとかっていう自分の塩梅もそこで出てくるから、そこで自分の気持ちがはっきりするというか、文字化してそれを書くことによって、やっぱり私はこっちに行きたいんだっていうのに気づきがあると思うので、 A を選んだ場合のいいところ悪いところ、 B を選んだ場合のいいところ悪いところっていうのをノートに書き出してみたりするといいんじゃないかなと思います。アジアでここは行った方がいいと思う国を教えてください。タイ。私はタイが大好きですね。タイは本当にバンコクももちろんだし、サムイ島とかリゾート地もだし、プーケットはね
プーケット行くならサム行った方がいいんじゃないっていう感じなんだけど、でもプーケットでも素敵なホテルとかもあるし、タイはやっぱご飯も美味しいし人も優しいし、日本人からしても今まだ安く行けるというか普通に楽しめるところだと思うので、タイはすごくおすすめです。アジア私すごく好きなのであれなんだけど、どこかって言われたらタイかな。はい、次。アクネのボンバージャケットどうですか？すごくいいです。マジで買ってよかった。買ったの遅かったんだけど、みんなみちちゃんの着てさ買ったからけど、やっぱり暖かいし何にでも合わせられるしカポッと着られていいんだけど、やっぱりちょっと今お腹が出てるのですごい可愛く着られないんだよね。あれ丈がやっぱ長いものの方がお腹も温まるし、こうお腹が隠れるというかから長いものを着ることが多いので、でもすごく可愛くてめちゃくちゃ使ってる、すごいいい買い物でした。落ち込んだ時の立ち直り方知りたいです。これも結構何度も答えてるかなと思うんだけど、落ち込んだ時は立ち直り方、寝る。私の場合は寝ると結構すっきりしちゃって、もう次の日ケロッとしてることが多いんだけど、でもやっぱり向き合うことは大事で、切り替えるのと目をそらすのってまた別の話で、ちゃんとその落ち込んでることに対して落ち込んでる自分とその問題と向き合うことっていうのは大切だから、ちゃんと落ち込む、しっかり落ち込んでから寝ると、もう次の日にもうしょうがない、それ考えてもしょうがないから違うことを考えようとか、もう切り替えようっていう気持ちになるので、やっぱり私はなんか生き急いでるというか時間がもったいないっていう概念が基本あるので、考えたってしょうがないことに時間を使うなら違うことに時間を使おうっていうふうに思うタイプなので、立ち直り方っていうよりは私は寝ると結構切り替えられるタイプなので、切り替えを大切にしてます。だから落ち込まないんじゃなくてしっかり落ち込んで切り替えるっていう、ただ落ち込むのはその日だけっていうふうになるべくねしてます。以前 Q&A でおばちゃんたちの目が気になり積極的に行動できないことを相談させていただいたものです。あれだね、好きな人がいてけど周りのおばちゃんの目が気になるからアプローチできないみたいに言ってた方ですね。あの時アリサさんの返答に背中を押していただき、彼と付き合うことができました。アリサさん本当に感謝してます。質問を見つけていただきありがとうございました。すごーい、超おめでたくない？おめでとう。すごいね。やっぱだからもう本当にこういうことだよ。人の目を気にして行動しないと付き合ってなかったかもしれないわけじゃん。だけどその職場のおばちゃんたちを逆に取り込む、味方につけるみたいな、多分私はアドバイスをした気がするのね。逆に相談とかしちゃって協力してもらうみたいな、わかんない、それをしたのかはわからないけど、でも付き合うことができたそうなのでおめでとうございます。嬉しいね、そういう報告。よかったです。いつも応援してます。ありがとうございます。マイルズさんがアフレコしてた時の後ろの笑い声ってアリサちゃんですか？そうです聞こえてないと思ってたら、マイルズがマイク使ってるから入ってないと思ってたらめっちゃ入ってたね。面白かったから。セレッツァロンドンのドレスのサイズが知りたいです。なんだろう、でも私普段EU の36なので EU の36って伝えてるから、それで送っていただいたはずです。だから多分 S だね。 S だと思います。だから今セレッツァのサイト見てたらめっちゃ可愛いんだけど、新作とかもマジ可愛い。このピンクのドレスとか超可愛いじゃん。何これ、可愛すぎる。はいそんなことはさておき、次の質問いきたいと思います。カーディフューザーは何使ってますかということで、ケイスケのブランドのスタジオザブルーボーイのサシェっていうんだっけを使ってて、もう匂いがなくなっちゃったので、リフィル持ってるからリフィル使うんだけど、リフィルがなくなったらタンバリンスのカーディフューザーも、まだストックがあるのでタンバリンスのカーディフューザーを使います。アリサさんはマイルズさんの元カノとか気になる時期ありましたか？あったね。これも質問で前答えたことがあるんだけど、あるね。私元カノは本当に嫌いだから元カノを好きになる必要ないでしょ、私が妻だから。元カノは本当にいりません多分これもちろんマイルズを形成してくれたっていうことだと思うんだけど、なんかマイルズも元カノが少ないのね。だからそれそれも分かんないけど、多いのも嫌だし、別になんかもう少なくて絆が深いのも嫌だし、私しか見ないでって感じだけど、あとなんかマイルズってなんか元カノ大事にすんだよね。別にいいんだけど、あんまり言うとさ普通に見バレしちゃうっていうかさマイルズの友達とかみんな繋がってるから YouTube 見られてたらちょっと気まずいのであれなんですけど、気にするねしてたねし、今でも今別に元カノかとかはあれだけど、やだよ、やだだって愛してたんでしょって感じ。私だけを愛しなさいよっていう気持ちです
だからもうそんな元カノなんて全然気にしないって人いるけど、すごいよね。私いつも言うのが、私元からいないから置き換えられないのね、自分の。いるんだけど本当に2ヶ月しか付き合ったことないし、その人と。だからほぼ元彼とも言えない、本当は言えないけど、私の恋愛経験のなさからすると元彼にカウントしちゃうような感じなのであれなんだけど、自分にいたら全然平気だよね。だってこういう感じでしょ、あの男みたいな感覚でしょって思えるかもしれないけど、自分にいないから、だってさ、私とさこんなにさ愛し合ってるのにさ、これを元カノとしてたのみたいな、こんなに好きだったのみたいなのが信じられない。私はマイルズが初めてだから無理、嫌い。次、ありがとう。口元が好きすぎるんですが、歯は矯正などしてますか、またホワイトニングなどケアしてますか、ということでありがとうございます。私顔のパーツで口が一番嫌いなんですね、自分の。なんだけど褒めてくれて嬉しいです。自分は嫌いなんだけど、褒めてもらうこと結構多いんでね、口がなぜかね。でもすごい下がってるし、マリオネットラインもあるし、こっちの右の口角がさらに下がってる、左よりも左も下がってるのに。で唇の形もすごく変だし、唇が厚いのは別にいいんだけど、厚いことがもしかしたらプラスポイントだとしても、唇の形が変だから全然それでマイナスになっちゃってて、歯に関しては私も結構好きかも。でもこれはもともと私めっちゃくちゃガタガタで、中学生の時にまず前の矯正をして、だけどその後大人になって、すっごいガタガタだったのはもちろん治ったんだけど、やっぱりちょっと歯が大きいから前は2本がちょっと出ちゃったりとか、綺麗ではなかったので、大人になって裏矯正して、で今も下は細いワイヤーがついてて、前だけで、上はマウスピースを寝る時にもう超サボってるけどするような感じなので、矯正は人生で2回してますね。でインプラントとかセラミックとかがあんまりしたくなくて、自分の歯を大切にしたいなって思うタイプだったので、自分の歯で頑張って、でこの前は2本がもっと正方形だったんだけど、この前は2本もちょっと削ったの、縦長に。けどギリギリのなんかちょっとね、ほんと気持ちで、今昔の矯正前の写真とか見ると口がくなってるし、ちょっと噛み合わせが悪いし、前歯も出てるし、なんでこれは治ったんだよね、矯正したら。噛み合わせもその中学生の時に矯正してももちろん良かったし、それも良かったし、その後の裏矯正もすごく良かったです。でホワイトニングも歯医者さんで、やってもらってて、矯正と同じところで、私は歯医者は銀座のアニバーサリーデンタル銀座っていうところにずっと通っていて、そこで矯正も柴山先生という先生に、矯正もしてもらって、ホワイトニングは先生ではないんだけど定期的にやってもらってます。今は妊娠中なのでホワイトニングもできないし、自宅でもホワイトニングしてないから、歯磨き粉頑張ってみたいな感じでやらせてもらってます。おすすめの航空券サイトは、私はもう基本アナのサイト内で撮っちゃうんだけど、格安とかで探すってなったらスカイスキャナー、ヨーロッパ間の移動とかそういうのは全部スカイスキャナーっていうサイトで撮ってます。今おすすめの本知りたいです。これ結構来てて、なんかね、最近私自己啓発が響かないの。なんでだろうね。今年入って3冊4冊ぐらい読み終えて、中村天風さんのやつもすごい良かったし、今読み始めたのはちょっと子育て系になっちゃいます。自己啓発が3冊連続響かなくて、ちょっと私今こういう気分じゃないのかなと思って、子育てのお勉強でもしようかなと思って、私たちは子供に何ができるのかっていう、こういう本を今読んでるんだけど、これなんかもう難しすぎて、子育てっていうよりなんか非認知能力っていうの能力、なんかもうね、ちょっと普通に教科書系難しくて、現代文のテストしてるみたいなちょっと文章なんだけど、一生懸命今読んでるところで、もう一個買ったのがこれです。自分の親に読んで欲しかった本。まだこれを読み始めてないんだけど、これ結構分厚いの。生まれるまでに私読めるかなって思ってて、で結構文字なのね。今読んでるその子供にできるのか、私たちは子供に何ができるのかっていう本が、現代文の宿題が読み終わったらこれを読もうと思ってます。で自己啓発のやつは最近はさ、本のさちゃんと記録をつけていて、今年入って読んだのが中村天風の教えが漫画で3時間でマスターできる本ってやつ。それは結構面白かったし読みやすかったです。そう、やっと20代で得た知見を読み終えたのを、なんか途中まで読んでやめちゃってて、筆者さんとあんまり合わないなと思って、
途中でやめてたんだけど、自己啓発が最近私入ってこないんだけど、これがめっちゃ途中でもなんか途中まで読んだし読み終えようと思ってまた途中から読み始めたらめちゃくちゃスンスン入ってきて、だから自分のメンタルとか自分の状態によってもしかしたらやっぱ本って捉え方が全然違うし、最初私この筆者の方と合わないわって思ったのがめっちゃおもろってなったので、それが面白いなと思って、4冊読んでるね。次読んだのが The Rules of Life できる人の人生のルールっていうので、それもすごいスラスラ読める本だったんだけど、本の構成的に前半より後半の方がスンって入ってきて、それはなんかね個人成功のためのルールとかと、あとなんか愛とか家族みたいな前半と後半に分かれてて、後半その愛とか家族に関しては結構ふんって思いながらだったけど、その個人系のはあんまり入ってこなかったって感じで、あと Think Positive 心の持ち方完全版っていうのも最近読んで、それもすっごい多分本気出せば1日で全然読み終えちゃうぐらい読みやすい本なんだけど、響かなかったけど、その本で学んだことをみんなにもちょっとシェアしようかなって思うんだけど、トゥードゥーリストをさみんな作ったりするじゃん。前日の夜だったり朝だったり今日やることっていうのを、でそれと同じように Not to do リストっていうやらないこと、避けるべきことみたいなリストを作る。で例えば以前は楽しかったけどもう興味がないこと、退屈で嫌な気分になること、好きでない人との付き合い、他の人から一方的に押し付けられたタスクだったり仕事で、対面電話での無意味な会話など、だから自分が嫌だなって思う、避けたいなって思うリストを作って、その日それをやらなかったらチェックをする。ちゃんとやらなかったらみたいな、ちゃんと自分がそれによってなんかいるものいらないものみたいなのを分けるみたいな、それ面白いなと思って Not to do リスト。あと得意分野に意識を向ける、得意分野をリストアップするっていうのがすごい大事らしくて、例えば運転とか料理とか何でもいいし、自分がうまくできてるなって感じることをリストアップする。些細なことでもいいから、でリストアップしたものを見ることによって自分の持っているものに気づける、で持っていないものにも気づけるっていうことで、自分が今あるものに感謝するみたいなのを私前も話したと思うんだけど、それとちょっと似てるけど、自分が得意なことを書き出すのがすごくいいらしいです。そんな感じで最近読んでる本長い話。次、出会って3週間ほど、2回目のデートで告白は早すぎますか？真剣な気持ちです。真剣に好きならいいんじゃない？でも3週間で2回目のデート、まあいいんじゃないですか？好きならもう絶対好き、絶対付き合いたいって思うんだったらいいかも。けどまだもうちょっと知りたいしとか言うんだったらもうちょっと知ってからでもいいと思うけど、結局なんか出会って3週間とか数回しか会ってないってなってもこの人だって時ってあると思うから、全然、しかも自分から告白できるタイプなら全然伝えちゃっていいんじゃないかなと思います。東京でおすすめの古着屋さんありますか？やっぱりね、最近ね、下北の古着屋さんをこの間巡ったらすごくよくって、下北の古着屋さん楽しかったです。でお店の名前とかわかんないからいろいろプラプラしてみてねっていう感じなんだけど、下北の古着屋さんおすすめです。運命の人ってどうやって分かりましたか？わかんないけど、一緒にいたらもう半年ぐらいで私はもう絶対マイルズだってなった気がするけど、みんなそうなってんじゃないの？付き合ってる人たちってわかんないし、付き合ったことがなかったからだからマイルズが特別だったのか自分の経験がないの、まあ今となってはマイルズが特別なんだけど、自分の経験がなかったからよーいドンみたいな、スイッチオンみたいになってたのかわからないですね。物がたくさんのアリサちゃんのルームツアーが見たいです。ルームツアー撮ってあるので、ぜひ概要欄にもリンク貼っておいてあるので見てみてください。綺麗な状態のバージョンです。そうと、これが結構来てたのが、クレジットカード何使ってますかっていうので、私はアナの ANA のアナカード、ビザプラチナ、ビザのプラチナのスーパーフライヤーズカードで、こういうやつなんだけど、アナユーザーだったらアメックスのアナプラチナよりアナアメックスプラチナプレミア、わかんないけど同じようなやつより年会費が安いのにマイルの還元率がこっちの方がビザの方がいいのね。なので私はこのビザのやつをメインで使ってます。で法人カードはアメックス使ってます。フライトの時欠かせないものはノイズキャンセルのイヤホン、有線のイヤホン、坊主だね、坊主のイヤホンとマスクとダルバのファーストスプレーセラムとそれは絶対、あと充電器は絶対に欠かせません。マウントや上げ足を取って笑いを取る人への対処法ということで、そんなの言った方が待って、マウントを取っ
って上げ足を取って笑いを取るの最悪じゃん。三拍子最悪やん。なんか普通に面白くないよって普通に言っちゃった方がいいかも。私結構言っちゃう。なんか性格悪い発言とかを友達がしてたら、別になんかそれがなんていうの、共通認識のこととかじゃなくって超嫌味な発言だなって思ったら、仲いい友達とかでもそれめっちゃ性格悪くないみたいな、それ結構普通にひどいと思うみたいなの言っちゃうので、私は言った方が相手もやば言い過ぎちゃったって気づけるから言ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。ありさちゃんはウィンタースポーツできますか？できません。私本当にウィンタースポーツやってこなかったタイプなので、泳ぎは得意なんだけどスキーもスノボもできません。ありささんがこれまで行った旅の写真経験含めて本出したら絶対買います。ありがとう。いいねそれ。けど写真集めるの大変かもVlog 見てください。ありさちゃんのファンネームとかファンマークってあったりしますか？ありません。これって私が考えてみんなに伝えるものなの？なんか全然そういうのよくわかんないんだけど教えてください。はい、じゃあまだねいっぱいもちろんあったんですが、そろそろすごく長くなってしまったので妊娠関連の質問に移りたいと思います。東京 LA どちらで出産するんですか？これも結構来てた質問なんだけど、出産は東京でします。私の家族も東京だし、マイルズはアメリカと日本にご両親がいるんだけど、予定日近くは帰ってきてくれるので東京で産みます。ちょっとね喋るだけですごく息が切れてしまうんですよね。妊娠おめでとうございます。ありがとうございます。子供がいることで今までの生活にかなりの制限が出ると思いますが、子供を持つことに迷いなどはありましたか？私も子供が欲しいのですが、今の生活に制限ができてしまうことに抵抗があり葛藤していますということなんですけど、私もすごくそれは思ってたし今も思ってる。その産後無事に生まれてきてくれた後のことを考えたり、自分のキャリアだったりっていうのを考えた時にすごく不安なこともたくさんあるし、そもそも子育てっていうこと自体が全くの初めてのことだから、ワクワクと不安とって、それはまあ妊娠報告の時も話したんだけど不安もあるし、やっぱり今までそれこそ私の場合35歳で出産っていうことになるんだけど、子供を持つことに迷いがあったかってことでね、子供を持つっていうことに迷いは全くなかった。ずっと子供が欲しかったし、20代前半からいろんな経験がしたい。なんでって言われたら、将来の子供にその経験を教えてあげるのっていうふうに私はずっと思って生きてて、やっとこう自分が妊娠することができて、生まれてくる子供にいろんなことを教えてあげられるママになりたいと思ってるんだけど、なんかね確かにまだいいやとは思わなかったけど、そんなよしはい私は今すぐ用意ドンなんて時は来なかった。できるように自分が準備をして、そこでもう授かり物だし、できたタイミングが私のタイミングだ、赤ちゃんが来てくれるタイミングが私のタイミングだって思ってたから、はい用意スタート、子供を産みますっていう感じではなかったかな。だからずっと5年ぐらいはずっともう子供のこと、考えて結婚してなかったけど5年前けども、その時からマイルスとはもう早く子供欲しい早く子供欲しいっていう話はしてたし、例えばそれが5年前って仮に設定した時に、その5年間でもすっごく私はいろんなことがあって、いろんな仕事をしていろんなところに行って自分の人生をこう生きてきたわけだけど、もしもっと前に運よく子供ができてたらその経験はできてなかったし、今となったらっていうか、全てに意味があることって思うけど、覚悟ができましたっていう時はそれは前から言ってたけど、来ない気がするな。特に年を重ねていけば重ねていくほど。だからそもそも子供が欲しいのか欲しくないのかっていうその2択だけな気がする。欲しいんだったら子供を作るために妊活するとかで、妊活始めたからすぐできたらいいけどすぐできるかもわからないから、まずは欲しいか欲しくないかのもう2択しかないと思う。自分の生活制限がとかいうことじゃなくて、自分が将来子供が欲しいか欲しくないかの2択で考えるのがいいのかなと思います。子供の名前は決まりましたか？決まっておりません。やばい、決めないといけないんですけど、候補も全然まだ出てなくて頑張ります。お子さんが生まれたら英語と日本語の環境はどんな風に作るか予定はありますかということで、基本的にはマイルズに英語で話しかけてもらって、私は日本語と英語ミックスか日本語かで家庭では話そうかなと思ってますけど、結局私とマイルズが日本語喋っちゃってるから結局家でも日本語になっちゃうんじゃないかなと思うけど、なるべくマイルズには英語を使ってもらおうっていう話をしてます。妊娠を一番最初に伝えた人は誰？
マイルズ以外だとマイルズ以外っていうかマイルズは一緒に判明したので、マイルズ以外だとママですね、私のお母さんに電話して、電話だったか LINE だったか忘れちゃったけど妊娠したよっていうのを伝えてすごく喜んでくれました。赤ちゃんのお名前は日本語名と英語名どちらも考えられてますか？はい、そう、マイルズも日本語名英語名があって、私たちの子供も同じように日本語名英語名をつけるか、両方同じ名前にするか、ちょっとまだ検討中ってか、本当に名前が全然決まんなくて、候補も全然出なくて、でミドルネームをマイルズはなんかの家庭は結構なんかその親戚から取ったりするから、まあそのミドルネームは結構簡単なんだけど親戚から取るからどうしようと思って、もうやばい、本当にちゃんとそろそろ考え始めないとって思ってるところです。お酒の断り方どうしてましたかっていうのが何件か来てたんですけど、妊娠初期でまだ友達とかに、仲いい友達とかには言ってたんだけど、言えてなかった時は、まあ私車移動が多いから、もう今日車だから飲めないんだよねっていう感じで、断ってました。あとなんかそう、妊活周りのことの質問もすごく多いんだけど、今のところあんまり妊活に関して詳しく話せることもそんなにないかなっていうのと、やっぱり生まれてこない状況であんまりベラベラ話したりとかするのも違うのかなと思っててお答えできないんですけど、私の体の話で言うと子宮筋腫が今もあるんだけど、子宮筋腫があるのと、これ多分私全然前から言ってたと思うんだけど、チョコレート脳胞、卵巣脳腫、まあチョコレート脳胞は卵巣脳腫の1個でもあるんだけど、卵巣脳腫とチョコレート脳胞両方あって、両側にポリープ、子宮内膜ポリープがあったので、筋腫は大したことがない小さいやつだから大丈夫ってずっと言われてて、筋腫が一番最初に出てきた子宮系の問題で、その後チョコレート脳胞、チョコレート脳腫、それもなんかちっちゃいから気にしなくていいよって言われたりとかしてたんだけど、ポリープがえぐくて、子宮がこういう感じであるじゃん。ポリープってさ、ピュンピュンピュンってあると思ってたの、先生も。でカメラ入れたら、この子宮の皮膚がダダ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 って氷山山何も皮膚みたいな、なんかもうそれ見た瞬間に先生に子宮ってつるっとしてどういう感じですかみたいな、笑い事じゃないんだけど笑っちゃうぐらいこうある、ここはつるっとしてんのね。でもここが着床するとこだからまだ大丈夫だけど、この上と下がもうダラ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 ダってなんて言ったらいいんだろうな、もう本当に氷山だったので、これはもう一回取った方がいいねみたいな、妊活する前にみたいな。私結構ずっと子宮とかそういうことはもう25から検査、子宮頸がんもそうだし検査はめちゃくちゃしてて、常に自分の子宮と向き合ってたっていうかで、やっぱり30過ぎてからの筋腫ができ始めたのも全部30過ぎてから、毎年毎年人間ドックの結果が悪くなって全部女性系で引っかかってって、あらあらあらってなって、ポリープに関してはこれは取った方がいいかもみたいな。でもカメラを入れた瞬間にその女性の先生だったんだけど、あららららって言ったの。もうそのあららららがみたいななってあららららって言われたって思ったんだけど、で結局そのドドドドドドってなってる上と下のポリープを、それもさなんか耳で聞くとめっちゃ怖いんだけど、シェーバーみたいな、普通ポリープって焼き消すみたいな、ブシュブシュってやればいいはず。私大腸とかそうだったんだけど、子宮のそのやつはもうなんかブシュブシュとかで皮膚ごとこの山をシェーバーカミソリみたいなのでガガガガって削るみたいなで手術するってなって、でその手術をしたのね。それで子宮がつるっとした状態、はいじゃあ妊活始めましょうみたいな感じで始めたので、私はだから結構いろんな問題がある方だったと思います。でもこうして授かれたので、今ね皆さんって筋腫ある人とか結構多いと思うけど、筋腫あるどうしようじゃなくって、筋腫あるから、先生に病院に行ったりとか、子供が欲しいのにどうしたらいいですかっていうのを積極的にちゃんと病院に面倒くさがらず怖がらずに足を運んで、あと検査してない人もすごく多いと思うので、私はずっと言ってるんだけど、自分の体は自分でしか守れないし自分でしかケアできないので、必ずっていうのはちょっと強い言い方だけど、私はもう必ずって言ってもいいと思うけど、年に一度でいいから検査はした方がいいと思います。私は25歳から人間ドックを始めたけど、25歳はさすがにちょっと早かったなって思って25歳から毎年行ってるんだけど、25歳で行って次27、8とかでもよかったかなとも思うけど、
それは人それぞれだから、私はお金で安心を買うっていう風に思って、その時すっごく忙しかったの。いろんな地方に行ったり海外に行ったり DJ とかも本当毎週何本も入ってて、正社員で会社に行ってっていう生活だったから、もう本当にきつくて私の体やばいかもって思って、でもその時ずっと A だったんだけど、やっぱり30超えてからどんどんいろんなねちょっと問題、子宮系っていうか女性系のものが多いんだけど出てきたので、検査することの大切さは本当に声を大にして伝えたいし、特に周りの友達とかにはもしそれを分かってるんだったら周りの友達にも検査行った方がいいよっていうのを声かけてあげたらいいと思います。全然話がそれちゃったんですけど、私はそんな感じでした。お子様にはどんな人になってほしいですか？マイルスともその話をして、どんな子になってほしいみたいな話をしてて、私はもうこれしかないって思うのは、自分が親にそうしてもらったっていうのもあるけど、もう幸せになってほしい。なんかマイルスはなんとかなんか言ってた、忘れたのも失礼だけどさ、なんかマイルスは言ってたんだけど、私は幸せになってほしいって言ったら、いや当たり前でしょみたいな言われたんだけど、私ってすごい超幸せ者なの。自分の環境が幸せとかそれもそうなんだけど、自分で自分を幸せって思えてるっていうことが幸せなことだから、そういう子になってほしいなって思うし、そういう私のメンタルを受け継いでいけたらいいなって思ってるんだけど、私が教えられることは何でも教えてあげたいし、生まれてきたらちっちゃい時とかいろいろあるけども、大人になって毎日幸せだなって、あるものに、それこそあるものに感謝できて、周りへの感謝も忘れず、いい子に育ってほしいよね。わかんないけど、まだなんかここにいるのも、こんなに大きなお腹ですごく動いてさ、重たくてさ、この辺になんか頭がああじゃこうじゃって思う。でもまだ実感がないから、どんな子になるとかってとあんまりわからないけど、幸せな子になってほしいなと思います。お子さんができたらさせてみたい習い事ありますか？させてみたい習い事は多分生まれてこないとピンとこないと思うんだけど、絶対にやらせるのは水泳。やっぱりサバイバルスキルだと思ってるから、私水泳は。で、私も3歳かな、2歳か3歳ぐらいからやらされてて、やってて本当に良かったっていうか思うから、泳げて。だから水泳はやらせるかなと思います。マタニティベビちゃん関連の購入品知りたいです。結構ね、本当に私妊娠報告の動画でもお伝えしたんですけど、やっとこれ報告をみんなにして、ようやく自分で実感が湧いてきたっていうか、みんなが本当に祝福してくれたのね、本当にありがとう。それで喜んでいいんだってやっと思えたっていうか、なんかもちろんめっちゃ嬉しいことなんだけど、浮かれちゃいけないし、生まれてくるまでわからないし、ちゃんと生まれてきてくれるかもわからないし、自分にセーブをかけてたの。今も多少はかけてるんだけど、でも公表してから素直に喜んでいいんだ、今の時間を大切にしていいんだって思って、でそれこそお腹の写真とかも全然撮ってなくて、その成長、例えば8週12週何週とかいうのとかも、なんか全然妊娠する前とかは当たり前にやると思ってたけど、でもこれでなんかもし育たなかったらとか、なんか起きたらとか、そういうことばっかり考えちゃって、自分の妊娠を自分が一番祝福してあげられてなかったなっていう風に気づいて、だから子供のものとかも全然なんか買ってなくて、リサーチとかはしてたけど購入とかまでに至ってなくて、でも最近やっぱそれこそお祝いでいただいたりすることも増えたり、自分でもなんか子供服とか見て可愛いやけどダメだそんな風にとかいう自分もまだいたりはするんだけど、徐々に自分も前向きになれ、なんていうの、すごいこれ伝わってるのかな、なんか前向きになれたっていうと子供ができたことが後ろ向きみたいなことに聞こえちゃうんだけど、そうじゃなくって、自分をずっとストップかけてたのがやっとほわほわ本当に思ってた気持ちを出していいんだみたいな風に思えるようになって、子供のグッズとかを見始めたりはしたけど、なんか全然わかんない、なんか何がいいとか何が必要とかも本当にわからなすぎて、全部周りの先輩ママたちに聞いてみたいな感じなので、またなんか揃ってきたりとか生まれた後とかわかんないけど、そういうのを紹介できたらなと思ってるので、楽しみにしていただけたらと思います。では1時間喋りました。これみんな撮影時間私1時間だよ。でこの30分後にズームミーティングがあるから急いで今からちょっと準備しないといけないんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。